ギリスの都市部、特にロンドンでは数百万ポンドの高級住宅が立ち並ぶエリアのすぐ近くには、何十年も前に建てられた公営住宅、カウンシルフラットが建っていることがよくあります。高級住宅地に公営住宅というのはやや違和感がありますが、これには長年にわたってイギリス社会をかたどってきた住宅制度、カウンシルハウジングの歴史的背景があります。もともとは全国民にお手頃な価格で高品質な住宅を提供することを目的に建設されたカウンシルハウジングは、所得の異なる人々が共に暮らすミックスコミュニティを育むためのものでした。イギリスの公営住宅政策は排他的なものではなく、教師、看護師、工場労働者など様々な背景を持つ人々が隣り合って暮らせる社会を目指していました。しかし時が経つにつれ、この理想は次第に薄れていき、多くの公営住宅を建設してきた自治体もあれば、ほとんど建設してこなかった自治体があります。カウンシルハウジングがどのような公平性の理念のもとに築かれ、どのように変化してきたのか、そして衰退を続けているにもかかわらず、なぜ今もロンドンの住宅市場において不可欠な存在であり続けているのか、見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回の動画はこのイギリスの公営住宅カウンシルハウジングの動画になるんですけれども、皆さんはこのカウンシルハウジングに対して何かイメージは持ってたりしますでしょうか？僕はですね、なんとなくデザインが統一されていて、街のあちこちに、あるなというような印象はありますね。でそれ以上のことは特に何も思ってこなかったんですけれども、なんでだろうっていうふうに気になって、ちょっと今回この動画を作ることにしました。でイギリスではですね、この公営住宅というのが、1800年代の後半からあったそうなんですけれども、当時ですね、ロンドン東部、ホワイトチャペルだったりベスナルグリーンっていうのは、スラム街になっていたそうで、住宅不足が原因なんですけれども、それが理由で、一つの家族が一つの、部屋で暮らしていたっていうような状況だったんですよね。でその第一次世界大戦後にホームフィット・フォー・ヒーローズっていう政策が打ち出されるんですけれども、これによって新しく公営住宅を作ってですね、その戦争から帰還してきた兵士たちだったり、あとはその貧困層の方々向けの公営住宅っていうのが一気に増えてくることとなります。でちなみにですね、今私がいるのはベスナルグリーン、ロンドン東にあるところなんですけれども、ここはですね、公式に認められているロンドンでの最初の公営住宅、ザ・バウンダリー・エステートっていうところになっていて、ちょっとこれですね、こちらのビルがそうですね、これが最初の公営住宅です。そして第一次世界大戦後にはですね、このカウンシルハウジング以外にもですね、カウンシルエステート、いわゆる公営団地っていうのも建てられるようにはなります。でここにですね、いろいろな人々、いろいろな階級の方々を住ませることによって社会的結束を強めていくっていう狙いがありました。具体的にはですね、その戦争から帰還してきた兵士たちだけじゃなくて、教師だったり医療現場の従事者だったり、さまざまな、経済的な背景を持つ人々がこの公営団地に住んでいたっていうふうに言われていて、そこで一つ、ミックスなコミュニティが形成されていくこととなりました。でこの裏にはですね、当時の政府の理念、いい住宅は特権ではなくて基本的な権利であるっていうのを元に行われていた考え方、アプローチなんですけれども、これによって一つの公営住宅にですね、いろいろな方々が住んでいくっていうようなイメージでした。で一般的にはこの公営団地っていうのは、公営住宅もそうなんですけど、貧しい人々が住む場所っていうふうに考えられてはいるんじゃないかなと思うんですけれども、イギリスはあえてその考え方を避けていろいろなその階級の人たちを住ませるっていうふうにしました。つまり考え方としては、社会的に地位が弱い人々を外へ追いやるのではなくて、ちゃんと彼らが溶け込めるようにしていくっていうのが当時の狙いだったみたいです。でこの理念のもと、ロンドンをはじめイギリスでは工業団地、高級住宅地問わずですね、このカウンシルハウスだったりカウンシルエステートっていうのが一気に立ち始めることとなり、そこにいろいろな人が住むようになります。
でこの公営住宅についてなんですけれども、いっぱい建てられることにはなるんですが、場所によってですね、この多い少ないっていうのがあるみたいです。主に東部と南部に今は公営住宅っていうのは集中しているみたいで、その理由としては、冒頭でもご紹介したように、もともとその東部と南部ってスラム街がいっぱいあって、それを取り壊して、そこに新しく公営住宅を建てるっていうのがロジカルなアプローチでしたと。でもっと言ってしまうと第二次世界大戦の時に、イギリスはドイツ軍と、戦っていたわけなんですけれども、ロンドンっていうのは、結構空爆の被害があってですね、東部と南部が集中的に狙われていました。でその理由は、詳しく説明いたしませんが、軍事的なインフラだったり工場っていうのが東部と南部にあったので、当然そこが、重点的に狙われるっていうので、結構瓦礫の山と化してたんですよね。なので瓦礫の山になってたんで、それを撤去して新しく公営住宅を作るっていうのが、結構容易にできていましたと。そしてそれを後押しするかのように、この東部と南部には労働党の議会っていうのが、多かったんですよね。で労働党っていうのは、前からこの公営住宅の、建設に賛成をしていたので、そういったところで、東部と南部に公営住宅がいっぱい建つこととなります。そしてね、今で言うと、イズリントンだったりサザークに公営住宅がいっぱいあるんですけれども、もう場所によってはもう 30% の住宅が公営住宅っていうようなエリアもあるみたいです。でそれとは対照的にですね、ロンドン西部のチェルシーだったり、ケンジントンっていうエリアは割合で見ていくと少ないです。そしてそれぞれの公営住宅のデザインっていうのは統一されているわけではなくて、場所によって変わってきてたりします。で今私がいるのはロンドン中心のバービカンってところなんですけれども、この一帯全てが公営住宅みたいです。どうですか皆さん、めちゃめちゃ近未来的なデザインじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。あとはパディントン駅の、西の方に向かって電車乗るとめちゃめちゃ高いビルがあるんですけれども、あれトレリックタワーだったかっていう名前で、あそこも公営住宅ですし、カムデンにももう一個結構特徴のある公営住宅があるんですよね。なので、確かにその公営住宅っていうのはデザインある程度統一はされているかもしれないんですけれども、場所によってはデザインが変わってくることもあります。で確かね、僕の今いる近くにバンクシーの壁画があるんですよね。確かここ曲がったとこにあるんですけれど、ありましたね。あれですね。これです、これ。そして1980年代、イギリスの公営住宅は大きな転換点を迎えます。当時マーガレット・サッチャー政権の下、ライト・トゥ・バイという制度が導入され、これは現在居住する物件を市場の価値から最大 70% も安い値段で購入できる権利を与えるもので、この制度によって英国の持ち家率は飛躍的に上昇し、ロンドンだけでも30万以上の物件が市場へ流出していきました。労働者階級の中でも上層部の人たちは住んでいる家を買い、不動産市場の高騰に伴いその物件を売り、よりいい物件に引っ越していくようになりました。そして今日、個人の家主が適正価格でこの公営住宅を市場に出しているケースも多く、80年代数千ポンドで購入できた物件を現在では月何千ポンド以上の家賃で貸し出しているケースもあります。これに加え、新たな公営住宅への再投資の不足により、こうしたミックスされたコミュニティは徐々に衰退していくこととなります。その結果、現在多くの公営住宅は主に低所得者層によって占められており、社会的・経済的な分断が進んでいます。これは初期のカウンシルハウジングが目指していたあらゆる階層が共存する住宅政策とは正反対の結果を生んでしまったのです。現在ロンドンで言われているのが、約25万世帯の方々がこの公営住宅への入居待ちをしているような状態です。で平均の待ち時間、言われているのがだいたい7年から10年っていうふうに言われちゃってます。本来お手頃な感覚で入居できるはずの公営住宅というのが、彼らにとっては結構遠い夢になっちゃっているのが現状です。で仮に自分の番になったとしても、何かしらの理由で入居できないっていうケースもあるみたいで、入居待ちをしている方々からすると、自分が入居できる保証がないまま、ずっと狭苦しい環境で暮らしていく必要がありますと。で中にはですね、もう経済的に苦しくなっちゃって、その入居待ちをしている間、路上で生活する方々もいるみたいです。
現在ロンドンをはじめですね、イギリス全体の不動産というのがずっと上昇傾向にある中で、特に低所得者層の方々の間では、住まいに対しての不安を抱えちゃっている人がやっぱり結構多くいちゃってるみたいです。で、ロンドンの不動産高についてはですね、別の動画で簡単にご紹介しているので、ご興味のある方はそちらをご確認ください。で、メンテナンスをしっかりしているその公営住宅だったり公営団地というのは、ずっとそこに住民が住んでいたわけですから、その住民同士の付き合いから絆っていうのが生まれて、そこからコミュニティができていくっていうので、すごく素敵な話ではあるんですけれども、正直、運営側というのは、この予算管理が、うまくいってない状態で、メンテナンスを怠っている公営住宅もあるみたいです。で、このメンテナンスが怠るとどういうことが起きるかっていうと、老朽化につながってですね、もうそのビル自体がもうボロボロになっちゃって、とてもじゃないですけど住めるような状態にありませんと。とした時に、そこの隙にですね、民間のデベロッパーが、いやいや、これもう取り壊しちゃって、新しく10階建て、20階建ての高層マンションを建てましょうみたいな話を持ちかけてくるわけですよ。で、そうした時に、運営側からすると、そこって新たな財入源になるので、それを承認しちゃって、その公営住宅を取り壊してですね、新しく高層ビルを建てるようになるんですけれども、これによって、せっかくその住民同士の間で築かれてきた、コミュニティというか絆っていうのが、なくなりつつあります。で、ロンドンに長く住まれている方であればわかるかと思うんですけれども、ロンドン南にエレファント&キャッスルっていうエリアがあります。あそこはもともと危ないって言われていたエリアらしいんですけれども、公営住宅で引き締め合ってたようなところになります。なんですけれども、私が最近行った限りではですね、もう高層ビルがいっぱい建ってて、現在まさに建設中のビルとかもあって、なんかすごい、街開発がされてるなっていう印象はありました。なので、そういったところにもともと住んでいた方々というのは、どんどん外の方に追いやられていくっていうような状態になっちゃっていて、外に行くのはいいんですけど、外に行ったところで住宅が確保できるかって言われたら、そこの保証もなくですね、大変厳しいような状況にあるみたいです。で、今私はこのチェルシーっていう高級住宅街のところに来てるんですけれども、今目の前に見えているこちらですね、これ全てが奥まで団地になってます。なんですけど、こっちの方を見ていただくとね、もう一般の住宅になっていて、高級住宅街になっています。そしてこちら目の前がテムズ川になっていて、かなり条件のいい公営住宅なんじゃないかなというふうに思ってます。で、どこまで本当なのか分かりませんが、私が聞いた話によると、現在その公営住宅の入居待ちリストがありますと。とした時に、優先的にですね、難民だったり移民を入居させるみたいなことが起こってるみたいなんですよね。なので、現地人からすると、いやいや、こっちの方が先に来てるんだからこっちが優先されるべきでしょっていう意見があって、そこでその移民、あとはその難民に対しての不満というのが爆発している部分もあってですね、それが一つの分断につながっちゃっているような状況です。で、本来ね、もともとこのカウンシルハウジングっていうのは、何回も申し上げている通り、基本的な権利であるっていう理念のもと立てられているわけですから、こういう分断が起こっているのは、とても悲しいですし、現在そのカウンシルフラット自体、なくなりつつっていうのもすごい思うところはいろいろあるんですけれども、果たして今後どうなっていくのか、非常に気になるところではあります。皆さんはどう思いますでしょうか。もし何かコメントがあれば、コメントにてお願いいたします。ということで、今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。